僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて、皆さんも、もうご存知かと思いますが、ハイアンドロークロスに、僕ゆうたが出演することにっていうか撮らせていただきました。ありがとうございます。映画、演技もそうですけど初めてだったのですごく緊張したんですけど、監督しかり、共演者の方々がねすごく優しくアドバイスをしてくださって、本当に僕ゆうたも勉強になれましたし、たくさんの方々に見てほしいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でグッドシング。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。まずはゆうた作文のコーナーです。おなじみですね。ゆうたの3文字を使ってあいうえお作文を作るというリスナー参加型コーナーなんですけど、いただいたゆうた作文の中から僕ゆうたがね選んだ1名様には番組ステッカーをプレゼントします。では早速なんですけど、皆様からのゆうた作文を紹介していこうと思います。ラジオネームゆうさんのゆうた作文。ゆっくりしている場合じゃなかった。噂のクラフトボスを直ちに用意しないとと、この作文を作ってくださいました。そうです。すぐさまクラフトボスを買って、もう今日からじゃなくてもいいけど、僕のラジオをね聞いてくれてる皆様はクラフトボスと一緒にね聞いてくれると嬉しいですね。さすがです。ゆうさん早い、リサーチが早い、そしてそれをゆうた作文にする実行の速さ、さすがです。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームほなドームで会いましょうかさんのゆうた作文です。ゆうたくんってうちら主人のこと多分いや絶対めっちゃ好きやろ。いいですね。この作文もめちゃくちゃ関西弁。でメッセージありますね。ゆうたくんの気持ちを読んでみました。兵庫県民の私はゆうたくんの関西弁が恋しいですとメッセージも添えていただきました。ありがとうございます。そうね、めっちゃ好きやで。そっちもそうやんな。俺たちお互い両思いってことでドームでね会おうね。じゃあ続いてラジオネームかずきのかーかさんのゆうた作文。名前の癖。言うてええの？うちの息子溜め込むプリント。あるある。俺もそうやった。んでねコメントも書いてくれてますね。うちの10歳の息子に新年度は改善できたらなということを作文にしました。学校からのお知らせのプリントを溜め込んで大事なプリントが出てきてあたふたすることもしばしば。ゆうたくんは学生時代にプリントはちゃんと渡していましたか？これお母さんの愛を感じるゆうた作文ですね。俺もそうでしたよ。息子さんがどういうタイプかわかんないけど、もし息子さんがね僕と同じタイプならそれはね治りません。残念ですけど治りませんので、お母さんの愛で随時確認してあげてください。じゃあ次、ラジオネームまみさんのゆうた作文。ゆうたお兄たんと手を振るうちの娘も多分ゆうたくんが大好きです。ありがとう。これもメッセージありますね。1歳の娘がゆうたくんを見るたびにゆうたお兄たんと大きな声で手を振りますとメッセージもいただきましたね。ありがとうございます。いや嬉しいね。1歳ってさ記憶がなくなるもんじゃん。5歳とかさ7歳ぐらいから記憶が出てくるわけで、その1歳のねもう記憶がない時に俺の名前を呼んでくれてるマミさんの1歳の娘さん、ありがとうございますね。また大きくなったら会いに来てね。じゃあ続いてラジオネームいももちさんのゆうた作文。ゆっけじゃんうってって言ったじゃんたっかりびじゃん。めちゃくちゃ韻踏んできた。早口言葉です。勢いよく3回読んでくださいと言います。最近めちゃくちゃ早口言葉ないからね。ちょっと待って。よし、言っとるか。言います。ゆっけじゃん歌って言ったじゃんたっかりびじゃん。ゆっけじゃん歌って言ったじゃんたっかりびじゃん。ゆっけじゃん歌って言ったじゃんたっかりびじゃん。よし。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さすがです。ありがとうございます。久しぶりのね、早口言葉で緊張しましたけど、これ意外と簡単でしたね。ありがとうございます。
お口の体操になりました。ありがとうございます。ということでですね、ゆうた作文のコーナー、たくさん投稿ありがとうございました。毎回思うけど、本当にね、僕のことを考えてくれて、楽しませようともしてくれるし、中にはね、お母さんの悩み事だったり、いろいろなね、ゆうた作文でしたけど、すごく面白かったです。でね、どうしようかな。今日はですね、すごく良かったですね。突っ込みやすかった。でも、二つ悩んでるんだよね、僕今。かずきのかーかさんとまみさんなんだけど、じゃあ今日はかずきのかーかさんにします。はい。選んだ理由としましては、これ痛いぐらいわかるんだよね。俺も学生の頃とかさ、例えばそれこそね、授業参観の日程とかね、あれじゃん、給食のいつまで出さないといけないのに出さないとかね。そういうのあったから、この、かずきのかーかさんのね、このゆうた作文が痛いぐらい、伝わってきました。はい。ということで、かずきのかーかさんにステッカーをプレゼントします。引き続き、ゆうたの3文字を使ったゆうた作文をお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。続いてはですね、〇〇時のゆうた。以前は23時にね、僕が何をやっていたのかっていうプライベートをお話しする23時のゆうたというコーナーをやっていたんですけど、全国放送に合わせまして各局で放送時間が違いますので、いろいろな時間のゆうたを紹介していこうと思います。でですね、今日は、18時のゆうたですね。現在 FM 岡山で夕方6時から放送中ということなので、とある日の18時に僕が何をしていたかを皆さんにお伝えしようと思います。基本18時のゆうたはですね、お仕事ですね、スケジュールをしていると思います。お腹が空いてきててちょうど、で、スケジュールの時って、がっつり食うのあんまり好きじゃないタイプだから、多分ね、マネージャーさんとかに、アメリカーノとね、で、サンドイッチを頼んでもらって、それを多分ね、食べながら車でいるんじゃないかなと思います。僕ね、基本これもあれなんですけど、初めて言うのかな、これも。待機室にいるのがあんまり好きじゃなくて、車の中で休む時って基本一人で休むの。だから、多分ね、そこでアメリカーノとサンドイッチを食べてるかな。で、ちなみに、18時は子供の頃なら学校から帰ってご飯を食べるまでの時間でしたが、小学生、中学生の頃はどんなことをしていた時間ですかというね。そうですね。18時はサッカーしてましたね、多分ね。幼稚園から中学校までずっとサッカーしてたので、ちょうどね、5時半から7時半までだったのね。うちのサッカークラブが。だからもう18時なんか、もうバッチバチよ。で、始まるのが5時半やねんけど、7キロを30分の間で走りきれないといけないっていうね。練習始まる前に7キロ走って30分。で、そっから、本格的なトレーニングが始まるのはうちって。だから、この18時はね、もうバッテバテだったね、多分ね。小中学校の頃。だから俺結構ずる休みとかしてたもん。文化祭とか体育祭とかあったら、ちょっとね、裏方だったら、ほら、遅くまで残れるじゃん。だから俺裏方に徹底してやって、ちょっとでもクオリティ上げてやろうと思って、練習行かないためにね、そんなこともしてましたね。そんな小中学校の歌でした。それでは、ここで一曲を皆さんにお届けしようと思います。有利で、レオ。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。お送りしたのは有利でレオでした。さて、リスナーの皆さんからのメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームレナレナさん、ゆうたくんただいま、おかえり。去年スッキリを見てゆうたくんが好きになった新規シズニーです。おそうぜよ。私はこの春4年間お世話になった習い事の先生とお別れすることになりました。大好きな先生だったので、先生が辞めてしまうという現実が辛すぎて、なかなか受け入れられずにいます。ゆうたくんも今までに辛いお別れをしたことはありますか？どのようにしてその辛さを乗り越えましたか？教えてくださると嬉しいです。いつもゆうたくんのことを応援しています。ありがとう。これからもたくさんゆうたくんの優しい笑顔を見せてくださいというね、温かい、メッセージをいただきました。そうですね。確かにね、春ってね、別れがあって出会いがあってね、新しい季節の始まりでもあるんですけど、そうね、
辛いお別れか。てか俺別れが多すぎて、練習生の頃とかもそうだけど、なんかもう覚えてないんだよね、正直。初めの頃どうなったのかね。練習生ってさ、やっぱ入れ替わりも多いからさ、仲良くなった子とかも、まあ、辞めちゃったりとか、行っちゃったりとかね。まあ、それこそマネージャーもそうだし、いろいろね、こう、仲良くなったなと思った時に、結構別れが来るもんで、だからね、それも、どうなんだろうね。人によって違うと思うけど、俺はね、なんかそれが多すぎてちょっと慣れちゃった部分もあるかもしれないね。まあ多分ね、4年間っていうね、こう長い時間をね、共にした先生だったから多分辛いと思うけど、意外とね、これね、人間のね、いいところでも悪いところでもあるのよ。時間が解決してくれるっていうね。そうなんだよね。そう。だからね、今は辛いと思うけどね、まあ春はね、新しい出会いの始まりでもあるのでね、その新しい出会いに期待して、新学期、新しい生活、頑張ってください。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、はなさん。ゆうたくん、毎週ラジオの時間を楽しみに待っている、かなり大人のシズニーです。ウェルカム。娘が結婚して、今は社会人の息子と一緒に住んでいますが、まあ息子との会話が成り立たないのです。仕事も忙しく、帰りも遅いので、疲れているのは分かっているのですが、お帰りと言っても、小さな声でただいま。何か聞いても、おう、ああ、何なんですかね。ゆうたくんは早くからご両親の元を離れて生活していますが、一緒に過ごしている時はお母様と会話ってしてましたか？これからも健康に気をつけて日々を笑顔で過ごせることを願っております。ありがとうございます、花さん。どうなんだろうね。これもなんかありがちだよね。なんか、息子と、母の温度差みたいなね。多分、この息子さんも、オーンが、多分お母さんからしたら、オーなんだけど、こっちからすると、気持ちちょっと上がってんだよね。本当はね、気持ち、オン、みたいな感じなんだけど、多分、それがぶっきらぼうに見えてしまうみたいなね。この温度差みたいな。まあ、ありがちですよね。まあ、俺も、基本、母にはね、すごい受け答えもちゃんとしてたと思ってるけど、実際どうなんだろうねっていうところですよね。一回これはじゃあ、息子さんとやっぱ話し合うっていうのが多分一番いいと思いますよ。もうちょっと元気に受け答えしてよとかさ、もうちょっと長く返してよとかっていうね、多分絶妙なさ、キャッチボールの仕方を変えてみたらいいんじゃないでしょうか。俺正直こんなこと言ってるけど、俺もわかんない正直。意外とね、息子ってそんなに深く考えてないからさ、そこね、俺ちょっとわかんないけど、花さん頑張ってください。はい。ということで、ラジオネーム、チーズクマさん。ゆうたくんただいま、毎週楽しくラジオを聞いています。エルジャポン、やばかったです。ありがとうございます。ゆうたくんもテオンもサイ&コーでした。二人ともかっこよすぎです。私、ゆうたがゆうたしてしまって無意識にネットでポチッと3冊買ってしまいました。最近ゆうたくんはゆうたがゆうたしてしまったことはありますか？ドームツアーに向けて忙しい日々だとは思いますが、ゆうたくん体に気をつけて活動を頑張ってくださいというメッセージをいただきました。そうですね。まずエルジャポン3冊も買っていただいてありがとうございます。はい。たくさんの方にね、見てもらいたかったので、本当にチーズクマさんありがとうございます。で、最近ね、ゆうたがゆうたしてしまったことあるよ。納豆を韓国で食べたくて、納豆めちゃくちゃ高いんよ、韓国って。日本やったらさ、100円ぐらいで売ってるやん、3泊ぐらい。やけど、こっちってマジで高くて1000円とかすんの。でもそれが食べたすぎて、もうあかんわ思って、納豆をクーパンっていうね、韓国のネットのサイトでね、頼んだんだけど、めちゃくちゃ頼んでしまったっていうね、それをゆうたがゆうたしてしまいました。ほんと納豆高いのよ。もうそれだけどうにかしてください、本当に。はい、そんなゆうたですが、続いての曲を、お届けしようと思います。NCT127 でノンストップ。NCT127 ゆうたのゆうたトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターフェームだけのスペシャルコンテンツ。今月はゆうたの一問一答、5つの質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。では早速いっていきましょう。最近買ってよかったものは靴。意外な弱点は寂しがり屋。よく使う絵文字は可愛いの。
漫画や映画のキャラクターになれるとしたら誰になる？スパイダーマン。昨日何食べた？ウインナー。ということでゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。ゆうたat home。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。最後にですねこの方のメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームなーさん、以前単発にしてみたいと言っていましたが髪型を変える予定はありますか？ルーキーズ時代に戻った感じで単発もすごく似合うと思います。これからも体に気をつけて頑張ってください。そうね、単発にはしてみたいけどね、とりあえずねドーム終わるまでは伸ばし続けようと思ってる。でこれも俺の気分だからどうなるか分かんないんだけど、とりあえずこの長髪を楽しんで一旦ね本当にベリーショートみたいなのにしてみたいとは思ってる。で俺これ本当に言いたかったんだけど、ルーキーズ時代に戻った感じってよく言われるんだけど、本当にね今俺単発にしてもルーキーズ時代には戻んないよ。だって俺たまにルーキーズ時代とかの写真をさ見返すんだけどさ、めちゃくちゃ幼いもん。だからあの感じにはならないよっていうことだけはお伝えしたい皆さんに。皆さんね単発好きな方がたくさんいらっしゃると思うのでね、機会があればまた単発にしてみたいと思います。はい、ということでですね、皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に皆さん遊びに来てください。それではバイバイ。시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. This program was brought to you by Craft Boss. 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 놓고 붙어 있어봐. Like a sticker. 내 작품의 주인공은 너니까. Like a sticker. 보라픈 세상은 신경 꺼. 너와 나의 역사만 써내려가. 사랑한단 말 말고 아껴줘. ドラフトボスアフタートークへようこそ。 NCT127 のゆうたです。今週も家事、お仕事、学校、皆さんお疲れ様です。今日もですね僕ゆうたとドラフトボスアフタートークを楽しんでいけたらなと思います。じゃあ早速ちょっと飲んでみますね。今回はラテですね。本当に美味しい。前回も、変化についてお話ししたと思うんですけど、今回はですね僕自身の変化についてお話ししたいと思います。僕自身こうやってステージをやっていく中で、曲だったりっていうのも最近は書いたりしてるんですけど、やっぱり自分のことを正直に表現したり自分のことを正直に書いたりっていうのに、だんだんとこう変化しているような気がします。そんな変化をドームだったりで、皆さんにお見せできたらなと思っています。以上クラフトボスアフタートークでした。バイバイ。